こちらはうちの工房になるんですけども、今40名ほどの職人がおりまして、で、細工に、絵描き、鎌場とですね、3箇所に分かれて作業しております。こちらが巻窯になっておりまして、赤松が今ありますけども、これ燃料ですね。ちょっと今溜まってる状態で、暑い時はあんまり炊かないんで少し溜まってますけど寒くなった時にこう条件が良くなった時になるべく釜を入れるようにしています。でこちらが、昔ながらの、上り窯風というかですね、単窯ではあるんですけども、奥の方で自動的に素焼きができるというちょっと変わった窯になっています。だいたい2日ぐらいで、炊き上げる感じの窯なんですけども、焼成温度は1300度ぐらいまで上がりますね。で昔は裏山に上り窯がありまして、で、そこでこの辺の窯焼きさんが集まってきて炊いてたんですけども、明治以降はですね廃藩置県があったせいで、藩がなくなりましたので、自由な競争の時代になりまして、でおのおの自分の窯を作って炊き出したという、だから明治からここにこの窯はあるという感じですね。この辺の下の最初の1日目は下から炊くんで、こう炊き口からこう炎が上がるんですね。だから炎が上がるところに炭の跡がずっとついてまして、で下は3箇所炊き口がありますので。で大体1000度ぐらいの温度になると上の今大きく開口してますけど、そこに炊き口を作りまして、で上から炊いていくっていう、その2段階に分かれて窯を入れてます。あそこに棚を組みまして、でその周りをさや鉢で囲むっていうやり方で積み込み作業をするんですけども、焼成する時はもう本当にもう壁から30センチぐらいを開けたところでもう焼き物がこう塊で真ん中にドーンと置いてあるみたいな、そんな感じですね。でその焼き物の塊と壁の間を抜けて炎が立ち上がっていくっていう、そういう状況で炊いていきます。で右の方から立ち上がってきまして、天井伝いに上がって、で上からこう炎が降りていくんですね。でさや鉢っていうのは丸いので、丸と丸が重なった間のところの隙間を抜けて床下に炎が潜っていきまして、でまた立ち上がって隣の素焼きのところをこう経由して煙突に抜けていくっていう。こちらが細工場という場所で、主に成形する場所ですね。でちょっと土間になってまして、で休み時間に2回ぐらいですね、水をまきながら土が舞い上がらないようにちょっと湿度をちょっと土にやりながらですねやってますけど、先代の14代がなんかこういう昔ながらの工房にこだわってまして、いろいろ工夫しながら作った建物です。窯はその明治時代からということで、この建物自体は30年前ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、私が学生で東京に行ってる時にいつの間にかできてまして、だいぶ外資を使ったりとか昔ながらの土間を作ったりとかですね、ちょっとこの囲炉裏なんかは職人がリラックスしてこう仕事ができるようにっていうことで作ったんですけども、冬場になるとここで炭を起こして、で自分の仕事のところにこ
なんか暖を取るためにちょっと、はい、使ったりとかしますけど、今一番ベテランぐらいの人たちの時代までは、ケロクロが少しあったっていう話だったんですけど、今はちょっともうケロクロ使ってなくてですね、こういうケヤキのろくろになってまして、ベルトでつないで回してるようなで、足でブレーキかけたりなんだりしながらですね。でうちは丸物成形っていうのと型打ち成形っていう方法が2種類ありまして、こういう花瓶なんかはですね丸物っていう作り方で、作った形をそのまま、乾燥させて削り出しをするっていうのが丸物成形で、ろくろで作ったものを型にはめて、型によって変形させていくっていう作り方がもう一個ありまして、それは皿とか鉢を作る時なんですけど、それが型打ち成形ってここでやってますけど、そういう2種類のやり方があります。うちだけじゃなくて有田全体が、そういう2種類のやり方で作るっていうことはあるんですけど。で型打ちの型なんかがですね、うちは800から1000残ってるんですよ。でそれを参考にさせてもらいながらとかですね、そういう昔の職人が作ったものを見ながら仕事をしたりとかで、今の人たちにもそういうものをちょっと作らせてみたりとかですね、そういうことでこう、時代をつないでるっていうか、そういうことをしてます。昔の土型になりますね。これ磁器の材料の土と、少し赤土をブレンドしてですね、吸水しやすく調合をしまして、でそれで作った型なんですけども、でこういう昔の人が作った型が残っているので、非常にこうコラボしてるみたいなですね、昔の人とコラボしてるすごく勉強になるっていうかですね、昔の人の感覚がこれを見たりとか実際に作ったりとか、することによって感じられるっていうかですね。でこっちがろくろで作ってるところで、奥の方はですねちょっと型を使って作る場所があるんですけど、この辺が型物関係の工程ですね。でああいう、牛来年の干支なんで牛をちょっと作ってるんですけど、で牛を作ったりとか、あそこにちょっと土で作ったのがありますけど、ああいう細工物ですね。それとかいろんなコーヒーカップとか、そういうものになんていうんですかね、つまみというか、そういう取っ手をつけたりとかですね、そういうことをする場所です。こっちは酒瓶ですね。結構忙しいんですよ。いろいろろくろで作ったものがここに来て、またさらに加工されるっていうかですね。一般的に鋳込み成形っていうとですね、量産のイメージが強いと思うんですけど、うちの場合は目的がそういう感じじゃなくて、やっぱりこういろんな変形した面白いものを作りたいっていう発想でやってますので、ちょっとこういうとこ鋳込み成形っていうのが、量産のイメージの方からすると、やっぱりちょっとイメージがここで見ていただくと変わるんじゃないかなとは思うんですけどもね。結構時間がろくろよりかかったりとかですね、一つ作るのに1週間とかかかったりしますので、こういう
ところはぜひ見ていただきたいところではあるんですけど、ろくろで作ったものをここで最終的に外側を削って仕上げるっていう場所ですね。いや昔はですね少しこう歪んでたりとか、鉄粉があったりとかすると鉄粉ちょっとあるのはなんていうんですかね、柄の一部みたいな感じだったりとか、少し歪んだ焼き物なんかもですねこの自分だけのっていうか、そういう感覚で販売を13代の頃はしてましたけども、最近はもうちょっと見た目丸くてもちょっとろくろの上で回して少しこう曲がってるのようなものもちょっともうそれはダメみたいな感じになって、で鉄粉なんかも一つでもちょっとあるだけでもなんかこう、うちはちょっと欠点とは思ってないんですけど、やっぱりこう市場に出ると戻ってきたりとかするんで、なるべくないものをとは思ってやってて、そういうのはちょっと悩みの種というかですね、あんまりやりすぎると味がない焼き物になってしまうので、やっぱりこうそういう不純物みたいなものをどれぐらい取るのがいいのかっていう、工業製品みたいな感じのものと同じものになってしまったら意味がないので、そこら辺我々としてはもう自然のなるべく除くようにはしてるんですけど、残っちゃったものはもうそれは味としてですねいいんだっていうことでやりたいんですけど、ちょっと市場の方ではそういう工業的にできたものなんかと並べられて、こっちはあるけどこっちはないからダメみたいな、そういうことになってるので、もうちょっとこうなんかこうね味がある焼き物を作りたいなっていう思いがあるので、ちょっとそこら辺でちょっと葛藤があるというかですね、悩ましいところなんですけど。こちらは絵描き座です。下絵の職人が一番最後尾に並んでまして、であっちは線を下絵の線描きですね。で一番手前の左側が下絵のダミっていう色を塗る職人がいるんですけど、であとはもう全部上絵の職人になります。で筆がこう並んでるところがダミ上絵のダミですね、色を塗るところで、そうじゃないところっていうのは線描きの職人なんですけど、有田の昔のもの、柿右衛門の焼き物を中心にした有田の昔の焼き物を飾ってるっていう場所ですね。この辺の皿が一番400年前創業期のものですね。鉄粉なんかも思いっきり入ってますけどね歪んでますしね。今の時代だったら世に出てこないみたいなものですけど、やっぱり当時はやっぱりこれが最高級品で、やっぱり中国の影響でなんとか焼き物ができたらいいなっていう韓国の人たちが作られた時代でしょうけどね。この隣が色絵磁器の最初の頃のものですね。中国の春瑞っていう焼き物を参考にしている時代のものです。初代の頃はこういう感じで、一般的にはですね柿右衛門様式の焼き物が初代が作ったみたいなのがあるんですけど、初代の時代にはできてなくて、3代とか4代とかそれぐらいになって完成するものが柿右衛門様式になりますね。左の壺なんか見てもらうと赤がかなりこう赤って感じですけど、右側は朱色というかオレンジというかですね、やっぱりこう技術力が上がって生成されてるっていう感じがしますよね。結構コピーしたりとかするんですけど、やっぱりこう線が細かったりとかしてかなりのこの、道具っていうかですね、精度の高い道具を駆使しないとこういう細い線も引けないですしね、こういう、絵の具の生成技術なんかもなかなか分かってないとできないっていうレベルになってますからね。もう勉強させられるようなところが結構ありますね。この VOC っていうのはオランダ東インド会社のマークになってます。
これなんかはもう輸出品っていうのがもう一目でわかるっていうんですね。この鶏なんかはドイツの貴族の住んでたとこなんかに行くとですね結構ありますね。暖炉の上になんかこう焼き物を飾る習慣があられたみたいで、だんだんこう三角形の頂点みたいなところをこうクリスマスツリーじゃないですけどこうだんだんこう三角形が小さくなって頂点に行くに従ってこうなんかこういうものが置いてあったりとかですね、一番上が1個でその下が2個でひな壇みたいな感じのですね飾り方されてたみたいですけど、あと角のものは14代先代の家系右衛門がですねマイセンとコラボレーションした時の記念品ですね。うちから紙に描いた絵を送りましてマイセンで作ってもらったんですよ。でちょっと一つ記念にいただいたというそういうものですね。であとはもう歴代昭和からの歴代家系物、煮干しでという名前で焼き物を展開しだしてからのものっていう煮干しですけど、全部、12代の頃に重要無形文化財の指定をいただきましたのでその頃からなんですけど、並べるとですねなんかもう人間が変わると結構変わるなみたいな感じになってますけど。12代は職人気質だったんでですね昔ながらの作り方にこだわってというかですね、絵の感じも家系紋様式の流れでできてますもんね。で13代になると少しこう自分の画風というのをちょっと出してきてるという。ありった、焼き物でいうとですねやっぱりこう、400年前に李三平っていうかですね朝鮮の刀工の方たちが移り住まれてきて、でそれから焼き物の町としてですね発展していくわけですけども、やっぱりこう大量の焼き物の原料っていうものが、泉山という場所で、当時は泉山って言ってなかったかもしれないですけど、今いう泉山っていう場所でですね発見されまして、でそこで大量の材料が確保できたっていうことで、天狗谷っていうところで焼き始められたのが、有田の原点かなとは思うんですけども、オランダ東インド会社の船だとか民の人たち、海の方に逃げて来られてましたので、その人たちの船に乗せられて輸出をすることで有田っていうのは発展することができたっていうのがありますね。そこら辺が原点になっているんじゃないかなと思うんですけども、でその流れがずっと今までつながってまして、で今現在の有田の流れっていうのは明治からの流れがやっぱり続いてるっていう感じなんじゃないですかね。やっぱりなんか今基準っていうのがなんか前提にあるじゃないですか。なんかもうこういう、食器なんかは例えばなんか鉛がゼロじゃなきゃいけない、輸出する分なんかはですねゼロに近いものじゃなきゃいけないとか、いろんな細かい基準があって、でそれをクリアできるものの中でいいもの悪いものみたいな感じになってるんですけど、うちの場合はその基準ができる前からずっと続いてきてまして、でその基準がない時からのマニュアルに沿ってずっと仕事をしているので、その基準ができたのでこれはっていうのになかなか対応はできないんですよね。でそれに対応した方がいいっていうことであればですねそれは積極的にさせてもらうんですけども、その基準自体がちょっとオーバーなんじゃないかみたいなところもあるもんで、これは入ってても別に体に悪くもなんともないんじゃないかみたいなところもあったりして、でそこら辺のすり合わせをしたいなっていうふうには思ってるんですけど、やっぱり世の中の流れっていうのは待ってくれるわけじゃないからですね、なかなかそこがですね、うちのやり方とその市場の規格っていうののちょっと、
その差っていうかですね、まあ、ニュアンスには、まあ、その解釈の違いみたいな、そこら辺がまあすり合わせができてないので、なんとかこれからできればいいなっていうふうには思ってるんですけど、自分の生活スタイルに合うっていうものが、まあ、いろんな焼き物がありますので、自分の生活スタイルに合わせてなんか自分でセレクトするところからまあ興味が湧いてくるんじゃないかなと思ってですね、まあ、そういうすり合わせっていうかですね、そういう楽しんでやってもらえばいいと思うんですけど。おのずと手に取った時からこうストーリーが始まるというか。そうですね、自分で気に入ったものを一つずつ選んで所有するっていう、まあ、そこら辺からなんか集めたいっていうか、まあ、きっかけみたいなのができてきて、で、まあ、そこからこう勉強することによって、まあ、なんとなくこう自分の中の焼き物みたいな世界が広がっていくんじゃないかなとは思うんですけどね。